一番最初にレディメイドっていうところで、マルセル・デュシャンがアメリカに来て、立ちました。フランス人だけど。その次にできたのってポップアートです。で、ポップアートができて、ポップアートもアメリカ。その次にバスキア、ニューペインティング。で、これは、要は人種差別だとかいろんなもので、コンセプトっていうものはもうなしにして、もうとにかく自由に描いていくみたいなスタイル。で、その次にシミュレーショニズムがあります。で、シミュレーショニズムがあって、ここまで4つ、全部アメリカなわけ。アメリカ関係ない。そこから、いきなり次に来た、代表的なイズムっていうのが、村上隆の。YBA、ダミアン・ハーストが提示してる、イズムもあるけど、ただスーパーフラットっていうものをちゃんと定義して、自分の位置っていうのを、芸術界の位置っていうのを超明確にしてるわけ。だから、俺村上隆がすごいわけ。それをあなたは今、アメリカで来て、村上隆って来た後に、日本でもう一回イズムを立ちましょうって言ったら無理なの。これは無理というか、線を引かないと無理。だから、今やってる行動を教えると、ポップアートっていうものがあった。で、ポップアートの次にニューペインティングがあった。その次にシミュレーショニズムがあった。村上隆の、スーパーフラットがあった。そのスーパーフラットっていう大きなものがあったのにもかかわらず、村上隆と全く関係のない日本のイズムを叩き出したとしても、文脈にならない。だからやらなきゃいけないのは何ですかって言ったら、村上隆が立てたスーパーフラットっていうものをどれだけ長く生き延せることができるか。だから何をするんですかっつったら、要はシティポップだとか、ね、シティポップのイラストっていうもので、村上隆の要はイラストとかっていうところの文脈をつなげて、それによって日本のアートっていうものを立てていくわけ。で、これはいずれスーパーフラット第2号、第2次スーパーフラットとかって言われ始めたりとかするんだろうけど、そういう流れなわけ。ただ村上隆は全部戦略的にやってるから、勉強したらなんで村上隆がこの行動したのかっていうのがわかるわけ。それが逆に美しくもあり、怖いところでもある。言ったよね、村上隆っていうのは自分の人生っていうものと芸術家としての人生っていうものを重ねた時に、1ミリのその隙もないぐらい削りに削って出てきたもう結晶みたいなものが彼の人生なわけ。アンディ・ウォーホルも同じだよ。だから村上隆はもう徹底してるわけ。ストリート文化、黒人文化っていうものを自分の芸術の中に入れていく。マイノリティっていうものを芸術の中に入れていくって決めたら、着てる服とか全部変えて、ストリートじゃん。パタゴニアの服好きだけど、全部ストリートの服。テレビ出る時とか。前まではカタールとかの時とかって普通にスーツ着てたよ。今日もどこ出る時も、大事な展示会の時とかも全部ストリートファッション。それはもう確実にアンディ・ウォーホルとかがやってきたことであり、ジェフ・クーンズがやってきたことでもあるわけ。ジェフ・クーンズは毎回スーツ。それはなんでかって言ったら、俺はビジネスをしてるんだっていうことを表すため。アメリカの資本主義みたいなものをちゃんと表すためにあのスーツが必要なわけよ。だから俺が言ったじゃん。自分の今のね、練習でもあるわけよ。俺が自分のテニスの服をずっと着続けるとかっていうのは一個の練習なわけ。それは俺が生涯一生テニスの服を着るかっていうのは分かんない。メディアで。ただ、自分の何かこの作品っていうものと世間に与えたい印象っていうものを与えるために同じ服であったりとか同じ雰囲気の服を着て自分のブランドっていうものをしっかり確立させるっていうことの練習なわけ。いい作品を作るのと作品をよりよく見せるとか作品を長生きさせるために作家が取る行動って全然別のところにあるね。要は作家でもいい作品たくさん作って世の中に長いく人もいるけど、それは作品のみの力で前に行くことしかできないんだよ。ただ作家が頑張ったりとかすると作家のイメージっていうものが作品とちゃんとマッチするものであれば作品って長生きするんだよ。村上隆も死後になるまでは今の生きてる人生っていうのは全て雑音だって言ってたけど、まあそうなんだろうな。結局死んだ後に評価されたか評価されてないかがもう全部答えなわけよ。俺が60歳になった時に生まれてくる子供とか俺が40歳の時になって生まれてくる子供とかっていうのが結局どういう風に俺のアートを見るかっていうところにしかかかってない。つまり未来を読むことで現代アートっていうものをどういう風に見るかっていうことでしかない。